脱出ピップによる脱出行為の犯行現場を抑えたわ。反抗的に、汚染水の合流も進めてます。ぼちぼち生活排水の殺菌も進めたいし、汚染水貯水池があると楽ね。はい、ありました。どうしたゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。今回は時を巻き戻してサイクル28のセーブデータからスタートです。前回の第16回放送で触れましたが、トイレの故障問題の根が深い可能性が出てきました。もしお時間がありましたら一緒にご覧ください。ご覧の通り、この時点ではトイレは故障しておりません。しかし、手前の2機に汲み取りの指示ができない状態になっています。そして注目したいのがここ。利用回数です。手前の1機目が45回、一つ奥の2機目が30回。見事に15の倍数になっています。トイレは15回で容量が満タンです。つまりこの時点で汲み取り待ちでなければおかしいわけです。手元のセーブデータで追跡できるのはここまで。しかしこの後、トイレは故障することになります。つまり、前回の埋没による故障という仮説は間違いであることが分かりました。当然のようにこのセーブデータをそのまま進めてみましたが、普通にトイレは汲み取り指示になりました。本作ではデータロード時に諸々のチェックがされているようですので、ロードした時点で再現不能でした。正直、あまり言いたくないのですがグリッチ、意図していない挙動ではないかと思います。心当たりがあるとすれば、この頃のプレイは4、5時間拘束だったこと。そして汲み取りはもっぱら早めに指示を出していたことでしょうか。このまま検証を進めても構わないのですが、再現性がないため一旦、中止します。バージョンに依存する問題の可能性もありますので、また、該当しそうな公式バグ複数のニュースでも関連しそうなアナウンスは見つけられませんでした。湯気サバ主の頭には入れておきますので、今後、何か進展がありましたら都度お知らせいたします。以上、本編前の検証情報でした。脱出ピップによる脱出行為の犯行現場を抑えたわ。反抗的に。さあ見逃すな。思ったよりがっつりいってるな。耳まで使って抱きしめてるからね。これ、各級者に配置したら相当有利なんじゃないか？今後のアップデで潰されそうね。フランキって結構、電力を使うし熱も出るしで微妙なんだよな。それが脱出ピップで代用できれば恩恵は計り知れないわね。追加されて日が浅い動物だし、今後どうなるかな。意外にも国内のプレイヤーさんで脱出ピップに触れてる方が少ないね。海外勢だとガチの検証してる人がいたけどな。大型の注射をサンドボックスで撮影してみても良いかも。そもそも理論値通りの土の生産ができるのかってこったからな。よし、サンドボックス行きね。予定よりも早いが右の消毒室を稼働させたぞ。左上で掘り出したヘドロをわざわざここに放り込んだ隊員がいましてですね。急遽ボンベを配達してもらいました。通過ボンベ使いづらいんだけど、自動ボンベ化をオンにしないと誰も配達してくれないとか。しばらく眺める羽目になりました。まあしかし、怪我の巧妙、これで右のヘドロもアプローチできる。ここが片付けば雪塩水間欠泉が使えるようになると、現時点でコロニー冷却の最優秀選手だからな。熱による崩壊はゆっくり進行するから、早めにアプローチは済ませたいとこね。気づくと野菜の生産が止まってて、即、崩壊だからな。一応、野良キップの農園長に色々と植えてもらってはいるけども、即応性がないからあくまでサブプランだからな。農園長はミールウッド、ベリーなんかを植えてくれました。他にも土が表出してるとこを野良農園にしないとな。ああ、通勤時間が恨めしい。ちなみですけど現在の8人体制ですでに作業の細切れが発生してます。わざわざ遠くからやってきて1タイル掘ったら帰るという、ゲームの使用上しゃあないとはいえ、優先度の設定も視野に入れよう。それと、ウィーズボートの確保もね。実質、唯一の応急処置的な冷却要素だからな。ボート増やしたいな。なんか厳しい条件付きで増えたら良いのにな。データベースによると挙動的には植物ではなく動物、とかあったから増えてほしいんだけど、今、適当にボートが増えるモッドを探したけどなかったわ。ないでしょそんなもん。さてヘドロバイオームの現状は、そろそろ雪塩水間欠泉に手が届くわね。汚染水の合流も進んでるけど、やむなくに正面作戦になってるのがひどい。この空間は何に使おうかね。そうだな、左のヘドロバイオームは天然ガス関係で使うけども、こっちは旧車の拡張とかかな。正直、脱出ピップの有効性がすごい。そのために脱出キットと卵だけの旧車を整備しても良いんじゃないかと思う。編集の都合で後半の話題になりますけど、すごい勢いで負荷率が上昇します。1サイクルで 10% 以上上がってるようで、絶対に修正されるだろこれ。深きマジでいらんぞ。今回の動画に入るかわからないですが、マジですごいです。汚染水の合流も進めてます。ぼちぼち生活排水の殺菌も進めたいし、汚染水貯水池があると楽ね。一応、殺菌したら水に戻さない予定です。そのまま汚染酸素を供給してもらおうかと。汚染水ってタンクに入れた方が良いんかね？どうなんだろう。汚染酸素の供給力がわからんからね。つうか今、日本語のまとめウィキ見てたらそのままシングルリードに流し込んでた。ほほう？除菌せずに始末してもらう流れか。というかそれやったら逆に汚染水が足りないんじゃないか？1サイクルで24人分の汚染水をリードが消費する。ことはうちだと汚染水の発生が間に合わん。リードは野生に期待しよう。リードの上はコロニー崩壊の匂いがする。つうかリード消費量エグすぎじゃん。その辺の数値を置き換えてるモッドを見かけた。
みんな不満はあるらしくてさ。モアプラント、カスタマイズプラントなんてのがありました。ボートの冷却性能を爆上げなんてのも見かけました。その辺を入れると攻略変わっちゃうね。ある意味、チートコードみたいなもんだからな。脱出スピップについての話題です。どうもこの子、隊員にハグされると卵を抱きしめに行くみたいです。愛情のお裾分け？どうもそうらしい。なんとなく新宿2丁目の名物ママさんのイメージがあったけど、小煩悩なんかね。これ見ちゃうとそういう感想になるな。ひしって感じね。耳まで使って抱きしめてる。よく追加されたなこの子。バランスブレーカー気味なのに。今、抱きしめているつやつやどれっ子の卵が、蚊の数値が 58% なんですが、抱きしめ終わると 1% 上がるという、恐ろしい。この子に任せておけばガンガン増えるじゃん。天然のシッターさんが爆誕。これがあるから過密に耐性があるのかな。公式で卵管理を任せてねって言ってるのかも。確かにそうとしか思えなくなってきた。というかそもそも深きって謎なんよね。電力食う割に人でも必要だし、根拠がないですけど今後、消滅しそうな気がします。スキルボードなんて施設が現に廃止されたしね。そうなんすよね。しかしヘドロ攻略が順調ね。お、バフがいるじゃん。この空間に孤立してた個体だ。うまくコロニー内に来てほしいけど。あとはキノコとリードか。これ掘り出す？そのつもり。野生のは農園長にお願いするわ。早速、シッターさんのとこに卵を集めてみた。これでいけるなら独立した厩舎を作ろう。ちなみですが補給でスリップスターの卵が来たけど泣く泣く諦めました。人手も資源も施設も足りねえ。というか作業の細切れ問題、どうにかならんかね？今、色々と読み込んで対策を探してるんだけどね。以前に通勤問題に一ネタあるって言ってたけども。ああ、あれか。いわゆる飯場を整備しようかと思ってて。作業地点の近くにベッド、食堂を構築するってか。そう、効果あるかわかんないけども。野営トイレ、洗面所、ベッド、食卓をつければいけそう。その場合、シャワーは使用停止にする必要があるが。食料の輸送も問題ね。自動化できれば良いんだけど、自動化する頃ならもう移動チューブ作れるだろ。うちはプラスチックの供給源がないから当分先ね。仮想への探検はまだ先だから原油も期待できない。近所に原油間欠泉でも見つからないかね。そううまくはいかんだろ。はいありました。どうした朝になり起きてきた隊員たちですが。おや？エリー隊員の様子が？背筋に負けておるがな。初の背筋の犠牲者です。薬あったよね？ 2、3パックは作っといたはず。あとは処方する人がいるかだが。移動先は病院の医務室ね。病院がいよいよ機能するのか。患者が出ないのが一番ではあるけども。やけどする隊員も出てるから、これからはお世話になりそう。やけど？なんかあったっけ？塩水間欠泉に飛び込んだみたいで。ああ、95度とか言ってたやつか。そうそう。言ってる間にエリー隊員がヨタヨタと医務室へ。さすがに痛々しいな。コロナみたいなもんでしょうからね。医者は誰が来るかな？スケジュール的にマックス隊員だと思うわ。おらんぞ。あるいは遅番ならバブルス隊員かな？複数いるなら頼もしい。医者は自分を癒せないからな。全員につけたいくらいだからね。医療スキルは。お、マックス隊員が向かってるぽい。頼もしくなってまあ。序盤の鈍足かつやらかし体質が嘘のようね。一番、成長を感じるな。さあマックス隊員。カルテの確認から始めます。お手手を丹念に洗っております。ふむふむ、きちんと医療してるわね。そしておもむろに点滴を開始。作業時間が意外と短いわね。ゲージがもりもり進むぞ。患者さんが不快を訴えてます。この短時間で治るならありがたい。やけどとか長いもんね。もう終わりそう。早いなマジで。もう治った。嬉しそう。そんなわけでトーコロニー初の医療行為でした。背筋の薬、もう少し作っておこう。8パックくらいやっとこう。野菜が成長停滞を起こしてました。簡単に言うなって。つやつやどれっこ厩舎のミールウッド。副厩舎のリードの両者ね。ミールウッドは温度で引っかかってるからオートで良いだろう。リードは汚染水の考えができてないので、新しい水汲みポンプの設置がいるわ。汚染水の自動化も検討だな。パイプ繋ぐだけだし。地味に手がかかるからね。そうなんよね。さて、そろそろ良い時間だろう。オッケー、動画を締めましょう。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。